Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabatai 旭川界隈受験です。それでは早速 Let's get it started. 1. Pippu Kami Hu Sen 旭川郊外ピップ町にございます老舗ファミレス。ピップといえばピップエレキ版の CM で一躍有名になった人口3400人の小さな町。こちらはお寿司からラーメン、ハンバーグ、何でもあり系一風変わった楽しいメニューがあるんです。はい、今やこういう何でもある系のファミレスも過疎が進んでますからね。それ過疎っていうの？貴重な存在になりつつありますね。ねえ、じゃっじゃーん、素晴らしいクオリティのオムライスとなんとお蕎麦のセット。面白いでしょ。生まれて初めて見たよ、オムライスとそばのセットなんて。ねえ、オムライスラーメンセットってのもあったよね。あ、こりゃ嬉しいメニューだらけだね。美味しい、完成度高いっす。ドストライクど真ん中、これぞオムライス。見てください、おいちゃんのも面白いでしょ。鍋焼きうどん&日の丸弁当。このアルミの弁当箱とか懐かしすぎるんですけどねえ、これは楽しいね。レアなメニューがなんとも昭和チックでホッとする紙風船さん。これはじいちゃんばあちゃん孫までみんなで来ちゃうわね。次回はラーメンピラフセットにしようっと。何それ、変な組み合わせ。 2. Higashi Asaikawa Susanta Kitchen 旭川市東旭川にある飯田ビーズ超お気に入り殿堂入りクラスのお店。店主スサンタさんが作る本場スリランカカレーが人気なんです。はい、我々がスリランカカレーを好きになったきっかけになったお店ですね。カレーはチキン、ポーク、キーマ、エビの定番の他に日替わりで野菜のカレーがいろいろあって、基本2種盛り3種盛りのチョイスなブルカレーなんだけど、とにかく大根のカレーってのが必須でありまして、これが美味しいの。大根のカレーってジャパニーズ的には思うんだけど、これがうまいんだ。これは私の人生になくてはならないカレーです。これ食いたさに旭川来ちゃうんだよね。これだけじゃないけど旭川ラーメンとスサンタキッチンは大好きね。 3. Nijo Dorley 8 Aoba これぞ旭川醤油。旭川といえば青葉。グリーンが一番大好きな醤油ラーメンでございます。母さんがほっこりするんだよね。しょっぱかったら言ってくださいねって。似てない似てない。そう、こんな感じでしょ。違うよ。ねえ、これですよ、これ。旭川の巨匠青葉の母さんがこのスタンス。これって大事だと思うんですよね。しょっぱかったら薄めますからねって。近所のライバル人気ラーメン天金さんとかより全然優しい味なんだけども、それでもしょっぱかったら薄めますよってね。ライバル？違うか、博多も家系もあるよね。味濃いめ薄めとか麺固めとかさ。そういえばそうね。札幌ラーメンにはそういうスタンスのお店ないよね。そうなんだよ。これをやってほしいなと思うおいちゃんなのでした。全国的に見てしょっぱいラーメンが多いからね、札幌は。だのさ。はい、ラードで膜が張られた熱々のスープ、魚介と豚骨、鶏ガラ、動物系のダブルスープ。これぞ王道旭川ってやつだね。どうしてこんなにまろやかな醤油味になるんだろうといつも思います。そうなの。そしてくどくない。むしろあっさりで会員できちゃう。私はしないけど。名物の青葉ってプリントされたタコの絵描いた海苔がなくなっちゃったみたいだね。噂で聞いたんだけど。噂を信じちゃいけないよ。マジで？とりあえず確認しに行かねばならならぬ。見て。 4. Higashi Asaikawa Onoki 東旭川の超老舗の鳥屋さん。歴史ある建物は割烹のような雰囲気のお店。裏で養鶏を営んでいたことから卵や鶏料理を提供するようになったそうな。へー。グリーンは初来店でござる。落ち着いた日本家屋がいいですね。あれ、初めて？そうだよ。この界隈来るといつもスサンタキッチン行っちゃうからさ。ああ、そっか。こちらは優しい味の地鶏揚げ。衣がフリットのようなふ
ふわかりと今まで食べたことない食感、和風ケンタッキーとでも言いましょうか。骨ごとってのも珍しくていいんだよね。やっぱ肉は骨付きがうまいんだね。バックリブもショートリブもスペアリブもね。そうね。特製塩で食べるもよし、そのままでも氷川きよし、西川きよし、渥美清し、秋吉久美子。なんかずるくないそれ。いやー、デザートにコーヒーまでついてくるなんて素敵すぎる。そういえば氷川きよし最近大変なことになってますね。そうなの。どうしましょう。5. ニューヨーク Pipu. Yu Pipu. 名寄から富良野に抜けるときにふらっと立ち寄った温泉ね。炭酸水素塩泉と塩化物泉の天然温泉で肌がツルツルになりますね。冷え性や痔、腰痛、神経痛などに効果があるそうですよ。こじんまりルリコながら露天風呂やジェットバス、寝湯などの設備がバランスよくあってええですね。お湯のバリエーションも38度から44度とメリハリが効いている。サウナは90度だけどムシムシしてるので汗が気持ちよく出ますね。少しくらい差湿が私好み。水風呂は14度ぐらいでベスト。気持ちいいかった。そして38度の寝湯があって半身浴でめっちゃいい汗かけますね。あれいいね。ねえ、小さいながらも露天に整えスペースもあり、すんげえ整っちゃいました。結構サウナハッターもいらっしゃって旭川界隈サウナ盛んなんですね。そうそう、熱波師とか結構いるみたい。なんと入浴回数券の他に年間パスっていうのがあるらしいの。珍しい。そりゃご近所さんはたまらんでしょう。で、年間パスはおいくらなんだい？42,000円。ってことは600円だから1回70回で元ってこと？そっか、そういうことか。いいじゃんそれ。ねえ、毎日行っちゃうよ。近所だったら350回ぐらい行っちゃうんじゃない？行っちゃう行っちゃうね。6. Gojo Dorley 7. Hachiya. 旭川ラーメンといえば飯旅的にはまず八屋さんね。昭和22年創業、独特の個性が光る旭川ラーメンの名店。はい、癖が強いから万人が美味しいというラーメンではないんだけれども、焦がしラードに味煮干し&豚さんのダブルスープがザ・旭川って感じでですね。そうなの。いつもは醤油一択のグリーンですが、今回はうちのおじさんがいつも塩がうまいってうるさいから、しょうがないから私も塩食べてみようってことでね、お邪魔しました。はい、これです。これ白濁したスープに焦がしラード、これが結構パンチ効いててうまいんだよね。見た目は塩には全く見えないんだけど、見た目は塩には全く見えないんだけど、塩ね、焦がしラードをめくると白濁した美味しいスープが現れる。ほんとだ、美味しいわ。若干麺がボイルオーバー気味なのはたまたまだったと願いたいが、あら、それは残念。旭川の低下水麺は博多麺同様固めでいただきたいですからね。次からバリカタでって頼んだ方がいいんじゃない？はい、そうします。通じるかな。やっぱり特有の癖はあるけど、なんか昔より食べやすくなってんでないかなってね。思った？なんか角が取れたっちゅうか丸くなっちゃったっちゅうか個性が薄まったっちゅうかさ、若干あれこんなんだったっけって思うんだよね。自分が年を取ったのか八屋さんが進化したのかは分かりませんが、でもやっぱり美味しさには変わりないけど、そういえば視聴者さんから八屋は三条本店だよって米が来てましたね。あ、そうそう、昔行ったことあるんでしょ。あんだけど違いは感じれなかったんだよね。その時はずいぶん前になるけど、また北海道帰ったら行ってみやね。そうしましょう。あなたの大好きだった三等家さんも昔の麺に戻ってるといいわね。そうなんだよ。7. Today's Katsu curry. Ichijo Dorley 22.
Uncle Pepperly. はい、こちらも視聴者さんに教えていただいた旭川のお気に入りカレーね。はい、旭川も昔からかなりカツカレー探し回ったんですけど、ここは知らなかったんですよね。教えてくださった視聴者さん、ありがとうございました。ありがとうございました。再来&定期点検みたいなもんですね。やっぱり好きか点検。やっぱり一回じゃ分かんないもんね、味って。そうなんだよ。青春時代みたいにさ、美味しいイメージで思い出が美化されちゃうこともあるからね。数回食べてもやっぱり美味しいってことになると、かなり信憑性の高い美味しさってことになるからさ。わかる。久々に食べたらあれってなこともしばしばだもんね。そうなんだ。昔は綺麗だったんだけどねみたいな。自分だってそうしよ。そうなんだ。昔はかっこよかったんだけどね。自分で言うかね。いやー、やっぱ美味しかった。そんなに辛くないんだけど、スパイシーだからどんどん食べらさる。食欲増進にスパイスってのはやっぱりいいんだね。これは大人のカレーです。うまいっす。薬膳っぽいイメージのさらりとしたどこのにも似てないブラックカレー。発汗作用がすごいっす。発汗作用がすごいっすね。唇もビリビリ石原さとみになった気分です。いや、これ私も好き。そしてカツはあれよね、ラード揚げでしょ。そうなんだ。これいいでしょ。でもお肉がちょっと残念だったんだよね。それもそうなんだ。すっかり三段腹になっちゃってね。いや、そんなお肉じゃない。こりゃ大人を虜にするカレーですな。砂。 8. Gojo Dorley 7. Tachigu e Soba 10U. 36の締めといえばゲソ丼を忘れちゃいけませんね。いや、しばらく来ないうちにお店が綺麗になっておりましたね。立ち食いそば屋さんなんだけど、こちらはゲソ丼が看板だ。普通天ぷらっていうのは揚げたてが美味しいじゃん。そりゃそうよ。だけどゲソ天に関しては冷めてても全然嫌じゃないのが不思議なんだよな。これそばにインするから全然 OK。 さらっとしてるタレもちょうどいい甘辛具合でいい締めになるんだよ。いやいや、朝の9時から夜の9時までの営業なので、9時前に締めっていうのはちょっと早いんじゃないかしら。いや、朝の9時に締めってのはなかなか普通ないもんね。当たりがよね。いや、あなたもいつも一緒だったでしょうか。そうだった。忘れてた。9. Gojo Dorley 8. Gu Ken. 買い物公園からちょっと入った中小路にあります自由軒さん。夜は17時から並び覚悟で行ったらまさかの入れるっていう奇跡。あら、よかったね。前の日夜見たらヘテマギアでも20人ぐらいは並んでたよ。ねえ、大将に聞いたら夕方6時頃から混み始めるんだって。桑原桑原孤独のグルメに出てからというもの、そっからさらに人気に拍車がかかっちゃってね、なかなか気軽には食べれなくなっちゃったんだよね。らしいね。火曜と金曜に台北便がつくから、その次の日は外国人でいっぱいなんだよって。どこも海外の観光客の勢いはすごいね。だね。こちらが孤独のグルメで紹介された五郎さんセット。ホッケフライにカニクリームコロッケのセットでございます。そうそう、ほとんどの客が五郎さんセット食べてるね。後ろのマダムはカツカレーに一の蔵飲んでたよ。かっちょええ。渋いね。カツカレーもうまいけどね、日本酒との相性はどうだねえ。でも昭和食堂の懐かしいノスタルジックな雰囲気が楽しめました。カニクリームコロッケ美味しかったな。ホワイトソースがさらっとめでくどくない私好みのやつ。大将ありがとう。最近は36で飲もうって人も減ってきたから飲みに行ってやってねって大将が言ってました。はい、皆さん旭川に行く際は36の夜もぜひ。キャバクラ安いよ。北海道でいうニュークラね。あとビルとビルの間がだいたい通り抜けれちゃうから入ってみて。36独特だよね。ねえ、裏工事がなんかワクワクする街だよね。だ。 10. Yojo Dorley 5. Daikokuya. やっぱ旭川といえば大黒屋さんね。飯旅では何度もご紹介しておりますおなじみの大黒屋さんですが、我々旭川の最大の目的はこれだったんです。そう、
だったんですね。はい。今は東京にも名古屋にも函館にも札幌にもお店ができたんでね。まあ旭川と函館でしか食べたことないけど。はい。がしかし、さすがは旭川本店。相変わらずすごい人でございます。待合室の外まで人が溢れ返っておりました。待つこと1時間半くらい。だいぶ値上がっちゃったけど、この値段でこの美味しいジンギスカンが食べれるなら関東の人は嬉しいんじゃないかい。若干のクオリティダウンも飯旅的には感じますが、そうね。まあ誤差みたいなもんね。我々はこちら大黒屋さんでは肩ロース一本勝負。最初の頃はね、あれこれ食べてみたんだけれども、はい、やっぱり肩ロースね。野菜の追加っていうのは昔は無料だったんだけど、今は220円だそうです。やっぱりいろいろ変わっていっちゃうものね。そりゃそうでしょう。あなただってそういう自分も昔は19歳だったんだけどね。昔は32歳だったのにね。Jikai no meshtabi wa. Gachi de mata tabatai. Hokkaido sho wa shokdo 5 des. Otanoshi mini. See you soon. 旭川もいろいろ思い出のある街でしてね。結構朝まで飲み散らかしたりしたこともありました。ありましたね。懐かしいですね。お騒がせいたしました。36の皆様。36の皆様、お世話になりました。大黒屋の納品トラックを尾行したのもはるか20年ぐらい前になるかな。普通尾行するかね、納品の車を。ね、前もどっかの親父の小言で喋ってるけど、初めて大黒屋さんのジンギスカンを食べた時に、昔の煙もくもくのボロい狭い店の時にね、あまりにも美味しくて、なんじゃこれって思ったんだよね。それでついつい、張り込みしたんです。普通しませんよね。なんで輸入の羊なのになんでこんなに違うのかなと思って、で実際こうね、突き止めて、その肉のサプライヤーとも話していろいろやったんだけど、結局どこの店もそんなに変わらない肉を使ってるわけだよ。輸入の。そうまあもちろんチルドなんでね、一回も凍らしてないやつだけども、あとブロックのまま保存するというね、カットせず。白熊の大将も言ってたけど、いつお亡くなりになった何日後のそれかっていうのが非常に大事だと、それに尽きるって言ってた。じゃあおかしかった。お亡くなりになったっていう表現。やったって言ってた。ジェスチャーも含めていつやったかっていうのが大事だ。そのジェスチャーやめてって生々しいわ。さすがバイヤー。イカもそうじゃんか。いつ取れたかっていうのがそうね、朝取れてね、やっぱり食感が全然違ってくるからね。違うね、その肉のプロはこの塊はちょうどいい食べ頃だよっていうのが分かるんだろうね。それがどれだけ大事なのかっていうのはね、勉強になりましたね。大切にいただきたいと思います。昔あれじゃないですか、女子高生の頃とか好きな先輩を尾行したりとか、そういうことをしたことあるんじゃないですか、女の子だったら。ありますね。張り込みとか。あります友達の付き合い。そうですか。友達ですか。自分じゃない。自分やるタイプじゃない。そういうの昔やるよね。そうやったもうバレンタインとか大変でしたよ。もう昔のことじゃった。超きねづかないですけどね。でもいっぱいもらって帰ってきたんでしょ、学生時代は。全盛期は中学生だけどね。それからどんどん年々減っていくっていう、尾行されたりとか待ち伏せされたりとかっていうのは、最近は全に待ち伏せされてたくらいですかね。ピーマジビビったよね。はっつって真顔ではっつっちゃった私。ちょっとこの先はディープな話になってしまいます。ちょっと話割愛させていただきます。